はい、皆さん、コンタコス。最近お尻が痛くて、おそらく痔なんですが、病院に行くのが恥ずかしいタルタコスでございます。今回もね、やってまいりました。タコスが送るバルヘイムニュースっていうことでやっていきましょうか。今回もね、ネタバレ満載でご紹介するので、嫌な方は別の動画を見てくださいね。前半は追加要素のご紹介と、後半はアッシュランド関連についてお話をしていきます。それではね、早速行こうか。最初はなんとですね、魔法でムッキムキの鹿さんを召喚することが可能になりました。いやー、強そうやなー。というのは嘘で、公式が出したエイプリルフールネタ動画ですね。毎年面白い動画が結構あるんですよ。去年はプレイヤーが鹿になる動画でしたね。来年はどんなネタ動画が出るか楽しみですね。さて、前回の動画で紹介した通り、商人の兄弟にあたるヒルダがね、出現するとのことです。ただ、商人のように出会って普通に買える仕様ではなく、何かしらのクエストをこなさないとダメなようですね。寂れてる野営地をクエストをこなしてヒルダーと取引ができる状態にする。まさに RPG ですね。このクエストにはミニボスが用意されてるとのことで、どんな内容になるか気になりますね。ヒントとしての画像はこちらが出てます。埋葬室ですかね。松明が設置してあるので、そこが目印になるのかな。このクエストはですね、1から2ヶ月後には公開テストが出るとのことなので、続報を待ちましょうか。さて、それではアップデートでどういった追加要素が解放されるかというね、お話をしましょう。まずは収納機能の追加。チェストを見ている時に全てスタックボタンまたはねシフトプラス E キーを押すと、チェストにあるアイテムと同じアイテムのみチェストに素早く収納可能になります。この機能めちゃめちゃ欲しかった。これでね、収納するのが面倒な方でもバッチリ収納できますね。次にスナップ切り替え機能の追加。本来ならスナップできないところでも設定するところでスナップが可能になる機能ですね。これは建築勢の方、この上ない喜びじゃないでしょうか。いろんな工夫をしてスナップしてた建築がこの機能で改善されるといいですね。そして新しい衣装、外見の変更ビルドの追加ですね。これはヒルダークエスト関連になると思います。前回も紹介しましたが、新たな衣装が追加。おしゃれ要素ですね。そして外見をいつでも変更できるビルドが追加されます。これでいつでもイケメンになることが可能ですね。ちなみにタコスのお気に入りはこのマッシュルームヘアですね。さて、前回の動画では待望の難易度設定が追加されることが分かってます。設定画面が公開されていて、公開された動画では各難易度、イージー、ハード、ハードコア、カジュアル、ハンマーモード、イマーシブの設定ボタンがあって、押すと各項目が変更される様子。設定の内容っていうのはまだ仮のようなので、本番でまた変更される可能性があるんですが、ざっくりと上からコンバット、戦闘なので敵の強さですかね。デスペナルティ、これはですね、死んだ時のペナルティです。一番難易度の低いカジュアルに関しては装備ロストなし、スキルが少しだけ低下する。逆に一番上のハードコアは死ぬとスキルはゼロになってアイテムが全部消滅します。つまり墓が作れないってことですね。次がリソースレート、ドロップ量かドロップ率、どっちかですかね。次がレイドレート、襲撃率。このね項目が調整可能になってます。で、続きまして下のチェック欄ですね。チェック欄にはポータルアイテム、これはですね、ポータルで運べないアイテムを運べる設定なのかなと思います。で、ノービルドコスト、
ノーコストでビルドできるモードですね。で、次がですね、プレイヤーベースイベントっていうことで、これですね、ざっくりと調べたんですけど、プレイヤーの進行度合いによって襲撃イベントが変わるっていうことですね。必要なのがマルチプレイの場合ですね。マルチプレイの場合、進行度合いが違う友達と一緒に活動してても、それぞれのプレイヤーに合わせた襲撃が来るようです。で、ノーマップ、ノーポータル、マップなし、ポータルなし、パッシブエネミーズ、敵に攻撃されないっていうモードですかね。以上がですね、ざっくりと調べた感じの難易度設定になってます。いや、いいですね。これで少し冒険が難しい初心者の方も簡単に難易度調節できて便利です。ユーザーの幅広がること間違いなし。鬼畜難易度も面白そうで、ハードコアだと墓も作成されない様子。つまりアイテムロスト、そしてですね、スキルもゼロになるってことですね。いやー、やりたいなー、これ。ノーマップ、ノーポータルとか、縛りプレイするの結構面白そうなんですよ。ただ、かなり時間がかかるので、配信者泣かせの設定かなとは思いますね。タコスはですね、とりあえずハードコアが鬼畜モッドより難しいのか、とりあえず攻略して確認しようかなとは思ってます。さて皆さんお待ちかねのアッシュランド、灰の地の情報も続々と出てますよ。まずはですね、地形から見ていきましょうか。前回よりもね、灰の地らしい地形になってますね。まさに地獄ってテーマなだけありますな。そしてアッシュランドに存在する要塞を攻略するにはカタパルト、投石機のようなビルドが必要とのこと。これですね、まさに要塞攻略って感じですね。まさかもう人が射出されるのかっていうことはないようですね。続いては敵モブのアートが実際にグラフィックになってます。骸骨の画像があったと思うんですけど、実際のグラフィックにするとこれになりますね。ほう、なるほどなるほど。防具をつけてるやつもいるので強さも違ったりするのかな。次が鳥ですね。いや、これどっかで見たことあるなと思ってたら、憎き宿敵フギンとね、ようやく戦える時が来ましたね。で、次はこちらですね。この画像がグラフィックになった姿がこんな感じ。灰の地の上陸を邪魔する竜とのことです。いやー、かっこいいですね。サーペントより小さそうですが強そうなデザインですな。さて皆さんいかがだったでしょうか。アッシュランドはね、まだ先ですが、ヒルダークエストは近頃出そうですね。ミニボス、おしゃれ要素、そして何より難易度設定。タコスはですね、早く公式鬼畜設定、ハードコアがやりたくてワクワクしてます。それではね、皆さん次回もお楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございます。そして私、歓喜いたしますので、ぜひぜひチャンネル登録の方やっていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺でお別れです。バイバーイ。